セガボエヌスディアス。こんにちは、プーリです。今回はメガドライブミニ2におまけとして収録された初代スペースハリアーを最後までプレイしていきます。これまでのプレイ動画は序盤だけだったりエンディング直前までだったりしましたが、しっかりエンディングまで行ったので最後まで見ていってくださいね。もし動画を気に入ってもらえたらいいねボタンを押していってもらったりチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。 Twitter のアカウントもあるのでフォローしてみんなでワイワイ盛り上がりたいと思っています。この初代スペースハリアーの制作にあたってのエピソードはすごいですよ。そのエピソードを少し紹介しますね。もともとメガドライブには拡大縮小を再現する機能がありません。それをメガドラミニ2開発中にスタッフがどこかの世界にはきっと拡大縮小可能なメガドライブがリリースされてアーケード版っぽいスペースハリアー2も出ていたに違いないと妄想したところから始まりました。そしてこれをプログラム的に拡大縮小機能を実装したスペースハリアー2をメガドラミニ2に収録することになりました。さらにせっかくなので初代スペハリも移植したいと欲が出てしまい、押し迫る開発スケジュール締め切りギリギリに間に合わせスペースハリアー2のメニュー画面内に詰め込む形での収録となりました。キャラクターが盛大にちらつくといったスペック不足による難点もありますが、おまけで収録されたものと考えると開発スタッフのこだわりや執念というものが感じられるのではないでしょうか。ちらつきを抑えるデフリッカーモードというのもあるんですけれど、今回は開発スタッフのこだわりを見ていきましょう。ゲームプレイについてはノーマルでも難しかったのでレベルはイージー、プレイヤーは最大の5、連射もオンにしています。ステージ1のボスはスケーラです。ドラゴンのような姿で頭に弾を打ち込むことで倒すことができます。ステージ2のボスはアイダです。バーバリアンを中心にアイダが周回しています。
ージ3のボスはゴダーニです。相当のドラゴンでゆっくりとした動きで火の玉を打ってきます。それぞれの頭に弾を打ち込めば倒すことができます。ステージ4はすごく苦手なんですよね。ビンズビーンという銀色の二重面体が飛んでくるんですが、これを避けるのが苦手で、ビンズビーンに気を取られていると柱に当たったりして散々な目に遭ってしまうんですよ。これが出てくるのはステージ4、9、12、14、17で、ステージが進むにつれて高速になってくるのですごく嫌いです。ステージ4のボスはバレルです。昔はドムという名前だったそうですが、機動戦士ガンダムに出てくるモビルスーツと同じ名前と容姿のため変更したんじゃないかとか。この辺りは昔のネット記事でも話題に出ているので有名な話なんですね。ステージ5はボーナスステージです。白い竜のユーラヤに乗って障害物を壊していきます。ゆらゆらと不安定な動きをするので思ったように動いてくれないんですよね。ステージ6のボスはローリーズです。8体で回転運動をしながら弾を打ってきます。ピーナッツの殻みたいな形をしていますね。ステージ7のボスはテトラです。8体出てきて、殻が開いた時に弾を打ち込むと倒すことができます。
ージ8のボスはシュラです。ファンタジーゾーン7面ボスの間2のモチーフになっているキャラです。なんでシュラ2という名前じゃないんでしょうね。周りの岩を壊しつつ本体に弾を打ち込むことで倒すことができます。ステージ9はビンズビーンが飛んでくる嫌なステージです。ステージ4より難易度が高くなってきます。上下に連続で飛んでくるから緊張感を切らすことができないんですよね。ステージ9のボスは再びバレルです。体が光っている時は攻撃しても倒すことができません。ステージ10のボスはトモスです。ステージ1から出てきているキャラが集団で出てきている感じですね。動き自体は単調なのでサクッと倒すことができます。ステージ11のボスはサルペドンです。ステージ3のボスゴダーニが骨になったような感じですね。攻撃も同じなので倒すのは難しくありませんでした。ステージ12は再びボーナスステージです。あの忌まわしいビンズビーンが飛んでくるのでたくさん壊してやりたい気持ちでしたが、残念ながら今回は一つも壊すことができませんでした。You're doing great!ステージ13のボスはオクトパスです。画面前後を行き来しながら弾を撃ってきます。ステージ14は超高速スクロールでビンズビーンが飛んできます。とても避けられる気がしなくてとりあえず上下に移動しているとここで奇跡が起こります。なんとノーミスでボスまで行くことができました。
ージ14のボスはバーバリアンです。ルーパーを従えて飛んでくるんですが、そんなに激しい攻撃もなくすんなりと倒すことができました。You're doing great. Get ready. ステージ15のボスはバルダです。ステージ1のボスのスキーラを骨にしたような姿をしています。攻略方法もスキーラと同じで、頭に弾を打ち込むことで倒すことができ You're ます。 doing great. Get ready. Get ready. Get ready.ステージ16のボスはスタンレーです。下のハッチからバレルが出てくるので倒していきます。このスタンレーは攻撃を当てることができないので、出てくる敵を倒しながらひたすら耐えることでステージをクリアできます。 You're doing great. ステージ17まで来ました。ここまで来ると攻撃も障害物も多くなって難易度がすごく高くなってきます。 Get ready.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  ステージ17のボスはウィウィジャンボです。左右の狛犬は倒せないので飛んでくる弾や岩を避けつつ本体に弾を当てて倒します。いよいよ最終ステージ18です。これまでのボスが出てくるので倒していきましょう。
ダを倒したらいよいよラスボスの早王が出てきます。このボスは家庭用ゲーム機の移植版に多く登場します。2匹同時に出てきて動きが速く弾も多く出してくるんですよね。ボスの名前の早王はプロデューサーの中山駿さんに由来しているとのことです。早王を倒したらエンディングです。大きな文字でジレンドと出てきた後にスペースハリアーのエピローグとスタッフロールが流れます。戦いは大成功に終わりました。すべての野蛮な生き物はドラゴンランドから排除され、悪の恐ろしい影はもはや見えません。惑星が狂った支配者の侵略の犠牲になることは二度とないでしょう。平和が戻り、かつては死と荒廃に満ちていた土地はすぐに生き返り、あらゆる緑と動物であふれるでしょう。そう、確かに勝利しました。しかしあの飛行要塞はどうしたのでしょうか。なぜそれがドラゴンランドでそのような破壊行為を起こしたのでしょうか。何かの陰謀。ユーライアと共に勇敢な戦士はまた宇宙のどこかに向かって姿を消します。最後にスタッフロールが流れていきます。これはメガドラミニ2版のスタッフでしょうか。これだけ内容が濃いものをおまけとして収録したというのは本当にすごいですよね。余韻に浸りながら最後まで見ていきましょう。今日の動画はここまでです。次に遊ぶゲームのリクエストや皆さんの思いをコメント欄に書いてもらえると嬉しいです。いいねやチャンネル登録もしていただけると次の動画作成の励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。クーディンガスンルインドデアー。